こんにちは。今日は8000円で購入してきた心拍の手入れを行います。この動画でやることは2つです。1、いらない枝を外していきます。2、幹をブラッシングします。3、幹筋を確認して、どのような形の盆栽にするか考えます。今はボサボサで、杉っ葉もたくさん出ている状態です。とりあえず幹が見えるようにするために、いらない枝を外していきます。でこういう時外す時はまず下に向いちゃってる目っていうのはほとんど使いようがないんで、例えばこうやってまっすぐしたり、こういうのとか、それから元からごちゃごちゃごちゃって拭いちゃったりとか、あとはスリッパになってるやつですね。大体日陰のこのなんていうか力がどうしても出ないようなところはスリッパ出ちゃうのが多くて、スリッパになってもこう上に向いてる目っていうのはだんだんこうスリッパからこうだんだん本場に戻りますので、本場に戻ってくればもうこのスリッパの元のスリッパの役目は終わってるんで、これ外しちゃっても平気ですから。でなるべくこう本場だけ残すと、こういうのも初めこうスリッパが出てて、そこからこう本場に帰ってきたっていう感じですね。だからスリッパがなるべく役目が終わったところから次々外すという感じで構わないです。心拍の魅力は何といっても白骨のようなシャリ、陣と水水が織りなす趣あふれる幹芸ですよね。まるで宮山の古木のような風情が漂います。自然の中で自生している樹木には枝や幹の一部が枯れて白骨化したものが見られます。これらは強風や落雷などで枝幹が引き裂かれて風化したもので、盆栽界ではこの朽ちた部分が基芯や枝先にあるものを陣、幹にあるものをシャリまたはサバ幹と呼びます。陣は名前の通り神仏を意味し、シャリは釈迦の遺骨のことです。こういう状態だとなかなか幹がどこなのか枝がどこなのかっていうのが分かんないんで、こういうよくこう元からごちゃっとつくのは吹いてるのは大体こう外して見やすくするという形ですね。まだどの枝をどう使うかもまるっきり決まってないんで、もう明らかにこれはいらないだろうという枝だけ外してるんで、最終的にはだからもっと枝は少なくなっちゃうのかもしれないですけど、とりあえず幹筋が見えないとどういう木に仕立てていくかも決まらないんで、とりあえずこの元の方の見えないまだちょっとつき方は足んないんですけど、幹がどんな感じになってるのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。それで幹汚れてるんでワイヤーブラシこんでちょっとこすってどんな感じか出してみたいと思います。で今生育期間中なんであんまりガシガシやると皮むけちゃうんですけど、とりあえずこの汚れた状況を
だとどこが生きててどこが死んでるとかそういうのもちょっとよくわかんないんで、ちょっと幹の掃除をちょっとしてみたいと思います。水をかけてみますね。これでどんな感じになってるかというと、計画的にシャリが入ってる木ですね。ここからこの一の枝っぽいところへこういうふうにシャリが入ってますね。こういう感じでこのシャリが入ってるので、シャリが入ってて、これをここでちょっと止まってる感じですね。だからこれはもうちょっとシャリ入れてもいいかもしれないです。あとこっちにもシャリが入ってますね。でちょっとねじれた感じでいい感じになってると思います。で次に正面どっちにするかっていうのが、正面の検討の仕方なんですけど、これはもちろん上の枝付きの具合から選択していっていただいていいんですけど、この差し枝を効かせたこっちの、この枝を多分こうグッと下げて、あと頭はここで作れると思うので、後ろ枝もあるんでここもいいんですけど、ただこれここの幅がちょっと根元がこうちょっと細めに見える。ここがちょっと根の太さが足んなくて、この中ちょっと力がありすぎて逆にこうなんていうか細く見えてしまうところもあるので、ちょっとこれはどうしたものかなという。じゃあ裏はどうかという感じで見ていくと、裏だとここの太さ、ここら辺の太さを見ると根細にはなってないですよね。でここに太いシャリが入ってるので、それで、この上の芸がどうかっていう話もありますけどね。だからこっちが正面なのか、さっきのが正面なのかちょっと迷うところですね。でもしこっちを正面にするとここの後ろというか、ここら辺に枝欲しいところなんですけど、この後ろのこっちから降ってきて、この空間を埋めてくる感じにはなると思います。若干ちょっと強い枝であんまり多分背丈は高くしないで作ってた方がいいと思うので、若干後ろ枝が強すぎるのがちょっと難点かと思うんですけど、こっちの方が樹角が上がりそうな気はしますね。どうですかね。ここら辺の横でもこの枝死んでしまいますからね。
ちらの値段はあまり気にしないで、こんな感じで作ることも、これを差しデザインして作ることもできるけど、若干腰が高いかなって感じですよね。で、さっきの正面に戻って、だから振りとしてはいいと思うんですよね。この粘りの立ち上がりさえなんとかできればと思ってたんですが、これはもう曲がらないですから、こっち引っ張るのもちょっと難しいですね。まあ今の段階でがっちり正面決めなくて、向こうとこっちでどっちにするかなっていう正面の作り方でも構わないと思うんですけど、それでちょっと今後もうちょっと剪定を進めて植え替えもちょっとしてみたいと思います。まあ今日はここまでということで、また後半でちょっとよく考えてからやってみたいと思います。はい、ありがとうございます。